この動画はサウンドピーツ様の提供でお送りします。ということで、こんにちは、こんばんは、夢の千春です。今回はこちら、サウンドピーツカナル型完全ワイヤレスイヤホンカプセル3 Pro をご紹介します。僕、サウンドピーツさんのイヤホン、今2つ持っておりまして、白い方は前回ご紹介しましたサウンドピーツエア3デラックスです。エア3デラックスはインナーイヤー式のイヤホンとなっております。Amazon でね、だいたい5000円ぐらいで買える高コスパなイヤホンですね。エア3デラックスは提供でいただいたやつなんですけれども、僕が普段よく使ってるのってこちら。これは個人的に買ったものなんですけれども、サウンドピーツ T2 というね、こちらはカナル型のイヤホンなんですけれども、これね、Amazon でだいたい5、6000円ぐらいで売ってて、5、6000円でアクティブノイズキャンセリングと外音取り込み機能がついて、さらに IPX5 防水防寒仕様で、バッテリーがね、イヤホン単体で10時間持つんですよ。いや、これほんとコスパ最強の Bluetooth イヤホンだなと思って、僕はね、買ってよかったなと思ってずっと愛用しているんですけれども、今回はですね、この2つのイヤホンの上位クラスに値するイヤホンかなと思いますので、これからレビューするのがめちゃくちゃ楽しみです。ということでね、早速パッケージの方を開封していきたいんですけれども、その前にカプセル3 Pro、一体どういうイヤホンなのか、主な特徴の方をご紹介させていただきます。あと、サウンドピーツ様よりお得なクーポン情報をご提供いただいてますので、またクーポン情報に関しましては動画の最後にお伝えしますので、ぜひこの動画最後までご覧いただきますと幸いです。ということで、まずはカプセル3 Pro の主な特徴をご紹介いたします。カプセル3 Pro は日本オーディオ協会のハイレゾワイヤレス認証取得したカナル型完全ワイヤレスイヤホンです。LDAC 高音質コーデックに対応しておりまして、サウンドの細部まで見事に再現可能。12mm のバイオセルロース製ドライバーを採用しておりまして、低音の迫力と豊かな表現力を保ちつつ、同時に中高音域はクリアでナチュラルな音を再現することで、音楽への深い没入感をお楽しみいただけるとのことです。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能搭載で最大 43dB までの騒音低減が可能。騒がしい駅や電車の中でも完全に自分の世界に没入できるとのことです。また、風切り音低減機能も搭載しておりまして、風を検知しますと自動的に風ノイズを低減してくれます。ENC ノイズキャンセリング機能を搭載したマイクが6機ついておりまして、クリアな通話品質を実現。また、遅延を抑えるゲームモードを搭載しておりまして、FPS ゲームなどで低遅延なサウンド体験ができるとのことです。バッテリー持ちに関しては、イヤホン単体での再生可能時間は最大8時間。充電ケースを併用すれば最大52時間使えるとのことです。あと専用アプリもございまして、アプリを使えば、例えば低音域を強調したいだとか、高音域をやや抑え気味にしたいとか、自分に合ったサウンドを築き上げることができます。防水規格は IPX4 に対応しております。あと片耳モードにも対応しております。はい、ということで、今からカプセル3 Pro パッケージ開封して、同梱物確認して、外観チェックして、ちょっと使ってみたいと思います。まずパッケージの外観見てみましょうか。ちょっとね、フィルムが貼ってあるので、先にフィルムを剥がしておきます。パッケージはこんな感じとなっております。側面はこのようになっておりまして、こっちが正面かな？こっちが背面かな。LDAC ハイレゾオーディオちゃんと対応しています。技適マークもちゃんと対応しておりますので、日本でも安心して使えます。で、パッケージを開封しますと、中にはユーザーガイドにサウンドピーツアプリについてっていう紙と、充電用の USB Type-A to C ケーブルに SL サイズのイヤーピース、
あとこちらがカプセル3 Pro 本体となっております。ユーザーガイドはこのように日本語にも対応しております。サウンドピーツアプリについてっていう紙はこのようになっております。はい。付属の USB ケーブルはこんな感じとなっております。10センチぐらいでしょうかね。結構短いケーブルとなっております。イヤーピースはこんな風になっております。で、こちらがカプセル3 Pro 本体となります。フィルムを剥がしましょうか。よいしょ。はい。おーほほ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 。おー。お世辞抜きでケースかっこいい。というか、特にこのロゴの部分が高級感あっていいっすね。こう角度によって見え方変わるんですけど、これめっちゃかっこいい。うわ、USB 端子も、何これ。かっこよすぎでしょ。これはボタンかな？ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、ここにね、ボタンがございます。裏面こんな感じですね。手触りもいい。これこっちが前じゃないね。こっちが前かな。ここに LED がついてそうな感じですね。ちょっとほんと見えにくいかもしれないですけど。これカバー開けたらいいんかな。はははは。ほほほほほほ。おー。いや、初めてだな、こんなイヤホンに感動するの。イヤホンって使えればいいやんっていう風な感じなんですけど、いや、これは感動するレベルですよ。ちょっと絶縁シール剥がしますね。反対側も剥がしとこう。ペリ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 。ほんとこんな気持ちになったの初めてです。いや、すごいおしゃれでございます。デザインほんといいっすね。このイヤホンの穴の部分、こんな大きいやつ初めてなんですけど、こんなに穴が開いているので、耳垢とか中に入らないかがちょっと気になるところですけれど、これ大丈夫かな？この大きな穴の奥にフィルターがついてますね。大丈夫そうです。イヤーピースはね、M サイズのものがついているんですけど、多分僕の耳は M サイズでぴったり合うと思います。これサウンドピーツさんのロゴマークですよね。いや、ほんとかっこいい。で、ところどころにね、多分これマイクの穴だと思うんですけれども、全部で6個あるそうなんですけど、まずここにフィードバックマイクで、ここにフィードフォワードマイクで、この下に通話用のマイクがついております。これ両方合わせて6つのマイクがついているっていう風な感じですかね。とりあえず絶縁テープ剥がしたので、絶縁テープ剥がしたら1回イヤホンを充電ケースに戻してくださいって書いてありますね。これでいいのかな？充電ケースの蓋を開いた状態で充電ケースのボタンを3秒間長押ししてくださいと書いてありますね。開いた状態で充電ケースのボタンを3秒間長押し。そうしますと LED インジケーターが白く点滅し、イヤホンはペアリングモードになったということ。ちょっと大事に扱わないと。はい。来ましたね。サウンドピーツカプセル3 Pro。これピッと押しちゃって、ペア設定。はい、来ましたね。あら、もう LDAC つながってますね。なるほど。デフォルト設定は LDAC なんですね。これでスマートフォンとペアリングができたんですけれども、カプセル3 Pro はサウンドピーツアプリに対応しておりますので、ちょっとサウンドピーツアプリも開いてみて設定の方しておきますね。このデバイスの位置情報へのアクセスをサウンドピーツに許可しますか？はい。付近のデバイスの検出、接続、相対位置の特定をサウンドピーツに許可しますか？はい。これしておかないとイヤホン検出できないので、ちゃんと位置情報の設定はしておきましょうね。で、設定が終わりますと、早速ね、ファームウェアアップデート来てるみたいなので、更新するをタップします。この状態で更新していいのか。更新する。
許可。ダウンロードの準備が完了しました。ダウンロード中。インストール中はペアリングを切断しないでください。音楽再生もお控えください。イヤホンを充電ケースに戻さないでください。大丈夫かなイヤホンはデバイスとの距離を 0.5 メートル以内に維持してください。この距離だったら大丈夫そうですかね。ファームウェアアップデートするときはね、2番、イヤホンを充電ケースに戻さないように気をつけましょう。これはちょっとトラップですね。ヘッドセットソフトウェアの転送が完了したらヘッドセットを充電コンパートメントに入れ、カバーを閉じてからカバーを開くとアップグレードが完了します。こうして閉めて開くと、これでアップグレード完了したの。検証と再起動は 1,2 分ほどかかります。ハードウェアは最新バージョンになったっぽいですね。バッテリーの残量も結構ありました。で、これ閉めると充電開始されるのかな。ご利用ありがとうございます。閉めちゃうとペアリングが外れてしまうのか。開けると、はい、つながりましたね。あれ、両側のイヤホンを装着してください。ちょっと一回外して、耳につけてみますね。なんかさーっていう音聞こえるなと思ったら、今外音取り込みモードオンになってますね。通常モードは通常モードはさーっていう音聞こえなくなりましたけど、通常モードでも周りの音はそれなりに聞こえるかなっていう感じですね。ただ外音取り込みモードよりも周囲の音の聞こえは悪くなってます。で、アクティブノイズキャンセリングモード。さっきよりも拍手の音ちょっと小さくなりましたね。周りの音全然聞こえない。音量調整はスマートフォンと連動してますね。で、イコライザーとかもね、よいしょ。こんな感じで操作できますね。リセット。プリセットは何が入ってるかな？サウンドピーツクラシック、低音強調、低音低減、電子音6、民謡、高音域の強調、ポップ、クラシックが入っておりました。とりあえずイコライザーはサウンドピーツクラシックでいいかな。ちなみに操作方法はこのようになっております。一時停止してご確認いただければと思います。なんか音楽かけてみよう。うわ、めっちゃ綺麗。これどう皆さんにお伝えしたらいいのかが難しいんですけれど、すごい音がクリアです。高域が強いとかそういうのじゃなくって、透明感があるっていう感じでしょうかね。で、低音もしっかり聞こえます。なんか作ったような低音ではなくって、しっかり聞こえるんですけれども、深みがあってナチュラルな。ただもうちょっといろんな曲聴いてみよう。なぜかあいみょんのマリーゴールド聞くと音がブチブチになるのはなんでだろう。あいみょんのマリーゴールド聞くと音がブツブツさっき鳴ってたんですけれど、もう一回聞いてみたらその音のブツブツ感なくなったんですよね。これなんだろうな。ちょっとつながりが悪かっただけかな。今聞いたら音のブツブツ感なくなりました。いい音してますね。ほんと音いいわ。最大音量にすると安いイヤホンの場合天井にぶつかるというか音が潰れてしまうような感じなんですけど、カプセル3 Pro に関しては音量を上げてもぐちゃっとした音ではなく、ほんとね、解像感を保ったまま音量を上げてるっていう風な感じで、最大音量にして不快に感じることはないですね。本当音のバランスいいですね。ちょっとアプリのイコライザーでサウンドピーツクラシック以外のプリセットイコライザーを聞いてみたんですけれども、この中で一番好きだなと思ったのが低音強調ですね。僕低音好きなので低音強調がいいなと思いました。でも他のやつもバランスよくチューニングされてるなと思いますので、お好みに合わせてプリセットイコライザー選んでみてはいかがでしょうか。
はい、ということで、なんか撮影しながら喋ると、その場で思ったことしかお伝えできてないなと思いまして、一旦撮影を止めました。で、撮影した後、数日カプセル3 Pro を、じっくりとね、使ってみて、いろいろ思ったことがありましたので、なんか思ったことをね、こうわーっと喋るとまたごちゃごちゃになりそうな感じがするので、とりあえずこれらのカテゴリーに絞って僕なりに、カプセル3 Pro の感想をね、まとめましたので、ぜひ皆さんの参考になれば幸いでございます。ということでね、まずは音質面なんですが、これに関してはね、評価難しいと言いますか、普通に音良かったです。これだけじゃダメですかね。もう音が良すぎて何も言うことなかったんですよね。大抵なんか音がこもってるだの、キンキンうるさいだの、解像感が足りないだの、なんかどっかで気になるところってあるんですけれども、カプセル3 Pro に関しては特に何も気になったことがありませんでした。普通に良かったです。普通というか良かったです。それほどチューニングがいいんでしょうね。なんか音の偏りとかなく、低音から高音まですごくバランスが取れておりましたし、バランス取れてるって言っても低音もね豊かですし、高音もねクリアですっきりしてますし、で中音域もねボーカルくっきりはっきり聞こえるんで、全然物足りなさとかもないですし、もうどんな曲かけてもバランスのいい音を出してくれるイヤホンだなと感じました。ちなみにコーデックを SBC にした場合はちょっとだけ高音がマイルドになる印象でした。ただ音が悪くなるとかそんなんは全然なくって、ちょっと高音の角がまるっとなった感じで、ハイレゾ音源とか聞くと割とね高音がこう耳に刺さるような感じがするんですけれども、それがなくなる感じなんで、 LDAC 非対応のスマートフォンでも十分高音質なサウンド体験できるのではないかなと思いました。もちろんね LDAC 対応のスマートフォン使った方が音良かったんですけれども、 LDAC にするとねちょっとバッテリー持ちあんま良くなかったので、ぶっちゃけ SBC コーディックで音楽聴かれた方がいいかなと思いました。ちなみにカプセル3 Pro の内蔵マイクの音質はこのような感じです。スマートフォンのボイスレコーダーアプリを使って収録しているため、実際の通話の音質とは多少異なるかもしれませんが、ライブ配信アプリや音声チャットアプリで使用した場合は、おそらくこのような感じの音質になるかと思います。で、今、暖房つけてるんですけれども、どうですかね。エアコンのゴーっていう音聞こえますかね。デスクトップパソコン、ファンの音聞こえますかね。消防車か救急車かわかんないですけれども、なんか外でうーっていう音聞こえるんですけれど、聞こえますかね。はい。で、次にノイズキャンセリング性能についてなんですが、ちょっと雨の日にね、どんな感じかなと思って確かめてみたんですが、ノイズキャンセリングって大抵低音をカットするのが多いので、雨の音はね、あんま軽減できてなかったかなっていう印象でした。ただ車の走行音とかは音楽かけている時は全然聞こえなかったので、音楽を聴くのにね集中することができました。ただちょっとね怖いなと思いまして、外音取り込みモードちょいちょい使ってたんですけれども、それぐらいね周りの音がすっきりとね除去できておりましたね。で、あと風切り音を低減する機能もついてるみたいなんですけれども、ちょっとねその日風が強かったので割と風は聞こえてたかなっていう印象はあったんですけれども、それでも通常モードとか外音取り込みモードと比べると風の音は軽減できているかなっていう印象でした。で、あとねちょっとお腹空いたんで、すき家にもねちょっと行ってみたんですけれども、店内ラジオとか店員さんがこう食器洗ってる音とかお客さんの声とかどれぐらい聞こえるかなと、ご飯食べながらね検証してみたんですけれども、音楽かけている時は全然聞こえなかったです。で、次に外音取り込み性能についてなんですが、
耳が開放されているのと同じぐらい周囲の音が聞こえる印象でした。音楽を聴きながらすき家でお会計している時に店員さんが何言っているのか普通に聞こえるぐらい周りの音は聞こえていたので、外音取り込み機能は結構便利だなと思いました。ただしマイクを通しているせいなのか若干周囲の音がこもっている感じがしたのと、音楽かけてる時は聞こえないんですけれども、無音の時にホワイトノイズというんですかね、なんかサーっていう音が聞こえたので、あくまでも周囲の音を拾いつつ音楽を楽しみたい時に外音取り込みモードは便利かなと思いました。次にイヤホンの装着感なんですけれども、結構大きめなイヤホンなんですけれども軽いんですよね。重さ測ってみたら片方で 5g だったんですよ。なのでめっちゃ軽いなと思いまして、長時間つけてても全然耳が疲れることなかったので、つけ心地はとてもいいなと思いました。フィット感も良くてね、軽く走ったりしてもずれちゃったりとか耳から外れるっていうこともありませんでした。で、次に操作性に関してなんですが、指でタップするだけで音量調整や音楽の再生などが行えるのは便利だなと思ったんですが、ノイズキャンセリングモードを変えようとするとよく音量を下げる操作と被ってしまうことがあったので、自分でタップ操作のカスタマイズができればいいなと思いました。で、次にゲームモードについてなんですが、試しにリズムゲームでゲームモード無効時有効時の音の遅延具合とか検証してみたんですが、ゲームモード無効時はボタンをタップしてから 0.5 秒ぐらい経ってから音が鳴る感じがあったんですけれども、ゲームモードを有効にしたところほぼ音の遅延を感じずゲームプレイすることができました。これなら確かに FPS ゲームとかアクションゲームでも問題なく遊べるかなと思いましたね。で、最後に電池持ちについてなんですが、思っていたよりも電池持ってない印象でした。8時間というか6、7時間も持ってないような感じがしたんですよね。そう思ったのが、僕寝る時にいつもイヤホンして ASMR サウンドを流しているんですけれども、朝起きたらカプセル3 Pro イヤホン両方ともねバッテリー切れてたんですよ。で、僕だいたい睡眠時間が5時間ぐらいなので、5時間経つ前に電池が切れてるってどういうことかなと、この8時間ってどういう使い方して8時間なのかなとちょっと疑問に思ってしまいまして、検証してみました。で、その結果がこちらでございます。もしかしたらね、使用環境によってはね、連続再生時間とか多少前後するかもしれないんですけれども、僕の環境ではアクティブノイズキャンセリングと LDAC コーデックの組み合わせが一番再生時間が短くて、通常モードと SBC コーデックの組み合わせが最も再生時間が長かったです。なので長時間音楽を楽しみたいのであれば、通常モードで SBC コーデックにするべきかなと思いました。ちなみにバッテリーの充電時間に関してはイヤホン、ケースともに残量0からフル充電まで、だいたい 1.5 時間から2時間ぐらいかかる印象でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕はオーディオ専門家ではなく一般人なので細かい音の評価はできませんけども、カプセル3 Pro の音の良さは素直に感じました。あとね、デザインがね、本当に今まで使ってきたイヤホンとは比べ物にならないくらいね、上品な感じだったので、持っていてね、本当ワクワクさせてくれましたね。ノイズキャンセリング性能も外音取り込み性能も申し分ありませんし、この後お値段とかセール情報をお伝えしますが、この価格でこれぐらいの性能だったらほんとコストパフォーマンスの高いイヤホンだなと思いました。はい、ということでね、カプセル3 Pro の気になるお値段の方なんですが、通常販売価格は8480円。
これでも安いんですけれども、この度サウンドピーツ様より割引クーポンをご提供いただきました。こちらのクーポンコードをご注文確定前に入力していただきますと 5% 割引となります。また Amazon 商品リンク先掲載の1880円オフクーポンも併用できるとのことですので、この 5% オフクーポンと1880円オフクーポンを併用しますと、商品価格なんと6176円と非常にお買い得になります。クーポンの有効期限は2022年12月26日から2023年1月2日23時59分までとなっております。カプセル3 Pro の商品リンクにつきましては動画説明欄に記載しておりますので、ぜひこのお得な機会にご購入検討されてはいかがでしょうか。それでは今回はサウンドピーツカナル型完全ワイヤレスイヤホンカプセル3 Pro の紹介動画でした。最後まで動画見てくださってありがとうございます。最新動画や関連動画もぜひチェックしてみてください。あとチャンネル登録、Twitter フォローもお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。夢の千春でした。